ゴリラマンキャンプのゴリラです。デュカトやっと持ってきました。大きいです。普通の、そこにもあるハイエースなんかに比べるとやっぱり前後長で1メートルぐらい大きいのと、高さはもう3メーター近くの 2.7 とかのかな。正確にはこの辺りに多分出てくるんですけど、 DIY でキャンピングカーに仕立てたり、もう多分ね出来上がるまで待ちきれないので、作成途中とかでも車中泊に使っていきたいと思います。いろいろと紹介していきたいと思いますんで、よろしくお願いします。運転席乗り込むんですけれども、車高乗り込むね、高さがとても高いですね。普通の車より全然高いので、乗るのになんかコツがいりそうです。こう捕まって乗るような感じの。僕の身長がだいたい178なので、メスのツキノワグマと同じぐらいなんですけれども、その体ででもね、乗るのによっこらしょっていう感じですね。乗ってみます。出発します。ドライブに入れてからブレーキを離して初めてギアがつながるみたいな感じで、やっぱり日本の国産のオートマとはちょっと雰囲気が違うみたい。一旦止まってから走り出す時のショックがでかい。はい、じゃあドアを開けて乗り込んでみます。これブレーキとアクセルまだ養生ついてるままですね。よいしょよいしょ、乗り込みます。はい、ではエンジンをかけますね。このブレーキを踏みながらプッシュスタートです。 ETC カードが挿入されていません。はい、挿入されていません。真ん中が速度計、左側がタコメーター、回転計ですね。で右側が、燃料計。最初これどういう風になってるのか分かんなかったんですけど、燃料計の右側のこの燃料計の、点々がいっぱいついてるのが全部光ってるので満タンですよという感じですね。どうもこの、動きに合わせて点々の明かりが変わるっぽい。アクセル踏んでみるとタコメーターこんな感じですね。で、真ん中のディスプレイを操作するのはこの左端のこの辺りですかね。これが何にもない状態で、真ん中が速度計ですね。このハンドルの左側のこのスイッチでいろんなディスプレイを操作します。左右を押すとメニューが切り替わります。これ左ですね。全てここでいろいろできるみたいなんですけど、ドライバーアシスト、これで左右でメニューを決めたら上下でその細かいものを決めるんだけど、はい、クルーズコントロールがついてます。このボタンを押すとクルーズコントロールオンになって、セットで速度を上げる、速度を下げるかな。で、キャンセルとリセットって感じですかね。この前帰ってくるとき使いましたけど、いいと思います。センサーがついていて前の車についていくタイプではないので、一定の速度で走るタイプの、クルーズコントロールになっています。至って本当乗用車チックというか日本車っぽいです。そりゃそうですよね。これ全部、愛信製、ナビは愛信製って言ってたので日本車の日本製ですから、いろいろ。これリアルビューカメラ、すごい高いところから見下ろしてる感じがしますね。結構広く見えたりします。はい、じゃあちょっとその辺ぐるっと一回りしたいと思います。非常に静かですね。中がガランドなんでね、走るとバタバタつく感じと、あとこのウインカーの音大きい。ウインカーの音めちゃくちゃ大きいよこれね。肘置きのね、すごく感じがいいですね。肘置きの長距離もこれ走りやすいんだろうなって感じしますね。いやこのね、信号待ちで止まってる時の静かさがね、本当すごい乗用車みたい。でもやっぱりこれはなんだろう、オートマのミッションの味付けなのかな。ローと1速スタートして2速に
ギアチェンジする時のなんていうの、ドンっていう感じが結構強めですかね。 CVT とかに慣れちゃうとね、結構このドンって当たるのがなんとなく気になる感じかな。でも慣れてくると軽くアクセル抜く、ギアチェンジするタイミングでアクセル抜いたりすればスムーズにつながるようになるんじゃないかな気がしますね。街乗りにはね、もう全然不満になるとこなんかないですね。タイヤがどうしたとか、内装も作ってないですから、後ろの方がやたらうるさいとかね、それはしょうがないですよね。何がいいってね、見晴らしがいい。こう本当運転席からの景色がね、すごくいいですよ。遠く行きたくなっちゃいますね、これは本当。アイドリングストップだ。まだね、取説読んでないんですよ、実は。なんかアイドリングストップしたように見えましたね。なんかよくわからないスイッチみたいなのもね、結構いっぱいありますね。右ハンドル仕様ですけれども、ウインカーが左側にスイッチがあります。日本は JIS 規格って言って、日本工業規格ってやつにのっとって作ってる、国産車は作ってるんだけど、国際的な ISO とかの規格でいうと左側にいなきゃいけないって決まってるらしいですよね。外車とかだと右ハンドルの車でもウインカーのレバーは左側にあると。これアイドリングストップしてんのかな。やっぱりアイドリングストップしてる。スタート&ストップオフ。見つけた。アイドリングストップって僕はあまり賛成派じゃなくて、多分排ガスってエンジンのかかりしなが一番不活性ガスっていうか不完全燃焼ガスが出ると思うんですよね。エンジンかける瞬間が一番排ガスのその状態の悪い排ガスが出るんじゃないかなと思って、アイドリングから毎回エンジン止めてかけてっていう方がなんか体に悪い気がしちゃうんですよね。ということでオフにしました。すげえウインカーの音がカッチンカッチン言う。これでもシーケンシャル LED だからね、やっぱりウインカー忘れてるよって止め忘れみたいなことの注意喚起するために大きい音なのかもしれないですね。屋根気をつけないといけないですね。高さ制限、思わぬところで頭吸っちゃうかもしれない。燃費を測れるほど走ってないんですけれども、まあまあ燃費いいのかな。高速道路とか走ってみないとね、本当の意味でのインプレッションにならないのかもしれないですね。こんなね細い道というか、行くのはこの車の得意とするとこじゃないと思うので、もっと大きい道ですかね。高速とかを走るべきなのかなと思いますね。静かだからなのか、このシートの座り心地がすごいいいせいなのか、渋滞とかもさほど気にならないですね。視界が広いからかな。パーソナルチェアに家で腰掛けて何かネットフリックス見てるみたいな、そんな感じもします。運転する気持ちに余裕ができるっていうのかな。この両側にね肘置きがあるっていうのはすごく乗りやすい。日本仕様としてかなり急ごしらえなんだなっていうのはちょっと、後ろに三脚を立ててた、三脚を置いてたんですけど、それしまうの忘れて走り出しちゃったから、今三脚が後ろで倒れました。でかい分だけね、左折とか右折の時はちょっと気をつけないといけないですね。巻き込みを見なきゃっていうところと、やっぱり後ろに窓がないので、そういう意味で言うと本当に巻き込みを気をつけないといけないですね。これでタイヤが空気圧 5.5 キロっていう非常に高い空気圧になっていて、荷物フル搭載した時のための、空気圧が 5.5 キロということで、納車の時にね5キロぐらいまで落としてもいいんじゃないかなんていうことは言ってましたね。でやっぱり当然バンの、貨物車用タイヤのごっついのが入っているので、この辺りも8ナンバー登録と同時に乗用車タイヤに入れ替えるっていうのもありかもしれないですね。ディーゼル車乗るのはものすごい久しぶりなんだけれども、ガソリン車と遜色ないというか、ターボついてて、結構な馬力があるみたいですけれども、プロの人が乗ったらどういう風なインプレッションするのかわからないけど、僕は素人なんでね、普通に自分で運転するには何の不満も出ないですね。これなら100系ハイエースで 4WD っていうと、当時はディーゼル車しかなかったので、もう免許取ってすぐに三菱のストラーダっていう、当時のねデリカスターワゴンっていうデリカのエンジンと同じ 4D56 っていう、それに乗って以来なのでちょっと構えてたところもあったんですけれども、
何のストレスもなく走ることができますね、この車。僕のハイエース号も TRD の、バケットシートに肘掛けがついてるやつを入れてるんですけれども、これはね左側だけなんですよね。こっち側だけにしか肘置きがなくて、右側はよくあるドアの、取っ手のところに肘置きを置くタイプのものをつけてるんですけれども、それはねただ左右対称にはならないですよね。やっぱりね左右対称の椅子っていうのはすごい大事なんだね。2年かけてキャンピングカー仕様に変えていってっていうつもりなんですけれども、待ちきれない。早くドライブと車中泊やってみたいなって感じがしますね。この状態で車中泊したらどうなるかみたいなこともちょっとやってみたいですね。2年間出来上がるまで待つなんてとてもできないやこれ。遊びながら作る感じ。もうただとりあえずね床と壁と天井は必要ですよね。断熱と防音とそういう効果を狙って床と壁と天井は先に作って遊びに使ったりとか、なんなら別にこのガランドのままでね車中泊してみたいななんていうのも思いますけど、年末年始のお休みが1泊2日ぐらいどっかで、行ってみたいななんて思いますね。これはパワーステも電気式だからめちゃめちゃ軽いね、ハンドルが。この車バックの時にピーピー言わないんだね。日本車のバックの時にプープー言うやつに慣れちゃうと、この無音でバックしていくっていうのがすごく違和感があるというか、大丈夫かなっていうふうに感じますね。よし、到着です。サイドブレーキがこれオートなんですけれども、スイッチを手前に引くのと押すのとどっちがロックでどっちがアンロックかっていうのがいまいちまだ覚えられなくて。はい、到着です。デュカとガレージ持ってきました。今日からちょっとずつ今からやるんですけども、まずこのバインバインのこの鉄板に制振剤をこうつけていこうと思います。ただの鉄板なんでね、これまず内装を作る一番の下地っていう感じで、この広いところと、天井にいろんな YouTube の動画で見ても制振剤みんなつけてるので、その制振剤を貼っていこうと思います。天井はねマックスファンつけたいので、ちょっとどういう風にやるかね、どこにつけるかっていうのもこれから考えないといけないので、ひとまずこのサイド、窓をどこにつけるかっていうところから考えないといけないね。ここかな。ここは窓つけないからここ貼ってみる。窓はここにはつけないだろうっていうところから貼っていきましょうかね。絶対足りないと思うよね。10倍以上いると思うよ。でもこれ全部貼るわけないよね。全部貼る。それにしても全面じゃなくて切って貼っていくから、分かってるけど、いやというか買ったのも初めてだからさ、どのくらいいるのかもさっぱり分かんなくて、これねでもYouTube で、こういうのを何種類も買って性能比較してる動画があって、その性能比較してる動画の中で一番これがなんかよかったね。性能いいってなってたから、毎度おなじみ作業台カッターマット、早速ちょっと測ってみましょう。窓をもしつけるとしたら多分ここだよね。そうすると少なくともこことここはいらないよね。窓いっぱいの方がいいけど。どんくらいなんだろう。30センチ30センチ30センチぐらい、300、300ぐらいのを1、2、3、4、ここも同じでいいかな。300、300。ひとまず1、2、3、4、5、6、30センチ角の制振剤を6枚貼ってみようと思います。こんな感じで。そんなちっちゃいの入っていいんだ。全体に貼るわけじゃなくて、部分的に貼るみたいよ。なんか見るといろんな YouTube 見るとささらに半分だった。なるほどね。今さ両側ベタベタしてるから、これどうやって貼るんだろうと思った。やられたよ。そういうことだ。切れた。適当じゃない、適度だよ、適度。これ見てよ。だってこれこんなん見ないの。記念すべき第1枚目の1つ目の作業ですね。
真ん中から外にね空気を出していくようなイメージで、あんま変わんない。1枚ぐらいでさ変わるようだったらこれで終わりだからね。ちっちゃいんだよ絶対。だってみんな結構いっぱい貼ってる。違う。そうなの？これでかいよ。他の動画見ると一面じゃないの？じゃないで、さらにこの上にグラスウールの断熱材入れるから、これはこの鉄板がバイーンってなるのをバインぐらいで止めるよ。ごめん、全然顔が映ってなかったせっかく顔やった。別にいいんだけどね、こっちがバイーンってなるのをこれがバンって終わるぐらいにするのがこの制震材の、役割の。雨が降った時にさ、こうベタベタってこう音がするじゃない。もうこうか不幸かしばらくそういう音のする車乗ったことないからあれだけど、昔のさハイエースのデラックスとかっていう一番下のグレードの車とかだともう内装がないから雨が降るともうベタベタなんて音がすごいのね。そういうのがしなくなるような形で、あとはこう走っててもドーンってすごい揺れるね。ドーンってなった時にこうドーンっていうのがボフってなるような、そういうのを狙う感じですね。はい、これをじゃあやっていきましょう。でも今1シートの4分の1だったからなんか結構意外と。でももっと貼った方がいいと思う。いやもちろんもっと貼るよ。違う、もうちょっと大きく貼った方がいいと思う。一応右と左のパネルのところだけ、ざっと今日やってみました。違いはよくわからないけど多分良くなってるんでしょう。まだね横だけだから、あとこの天井、このちょうどこの四角い溝波打ってる方のこっち地面から見たら高い方敷き詰めてみようかなと思います。隙間にもウレタンフォームをこうスプレーのやつがあるので、それをシューってやってここもちょっと入れたいですね。マックスファンをつけたいと思ってるんですけど、ここかもしくはそっち、ここだよねにつけないと、だってつけたいのでそこだけちょっと開けとくかな。ただマックスファンって当たり前だけどこうくり抜くでしょ。ちょっとまだ分かってはいるんだけど、心の中で頭の中では分かってるんだけど、どうしてもこの穴開けるっていうのがちょっと躊躇しちゃう気がする。ここも一応窓にするためにここも貼ってないんだけど、そうですね。ちょっとあと部品も揃えないといけないし。今日はこの天井の、制震材を作って貼っていきたいと思います。早速切っていきます。1シート80センチで46、66、56、6波48、8枚だとどうしようか。2センチ余るって微妙だよね。余りが出ないように切るって結構難しい。なんかもったいないもんね。これみんなやってんだね。すごいな。やったよし。この立ったり座ったりっていう動きが体力を削るから立ったまま。笑っちゃうぐらいしんどいわ。やろうか。いいよ。こんだけさ手間かけてさ、ほとんど効果なしとか言ったら嫌だよね。これで全体の3分の2ぐらい終わったのかな。すごい他の動画とかでやってる作業で大きいことを俺思いっきり忘れてるんだけど、脱脂してないや。この鉄板の表面って納車したばっかりだから油分がついてるわけ。その油分を脱脂って言って取るわけよ。パーツクリーナーとか使って取るんだけど、
今3分の2ぐらい終わって唐突にみんな他の人たちやってたなっていうのを思い出しちゃった。まあいっか今から全部剥がすの嫌だもんな。なんで脱脂するかっていうと、油分がついてるとこの粘着力が落ちるから剥がれちゃうっていうことなんだけど、剥がれないよね。剥がれない。それはどうかな。大丈夫大丈夫。みんながやってるってことは。いや、気持ちの問題じゃない。っていうか今剥がそうとしても剥がせないもん。オッケーオッケー。さあめげずに続きをやりましょう。あとは12330個貼ればいいんだ。とりあえず今日屋根面は終わらしたいね。そうです。絶対大変だよね。上ってもうこうでしょ。今3分の1終わりました。あなたがそうやって笑ってる間に私一応ちゃんとやってるので。でもさ、リーやってあげたいんだけどさ、変なんだよね。手が届かないから。台車あるよ。やってあげたかったんだけど。あと1枚、あと1枚。すごいよ、ほぼほぼぴったりで余らない。よし、ラストワンスパンです。よし、できた。精神剤の貼り付け作業を一通りやってみました。広いところね、これ30センチの大きさのやつと、あとこれ30センチの15センチぐらいだったかな。こういうところと、あとは天井ですね。天井溝のところ、これきつかった。これ一番きつかった。これYouTube でこれ同じことやってる人たちみんなすごいよね。これもう肩上がんないもん、腕痛くて。次はこういうところの穴の中かな、この隙間の中とか、これくらいの大きさに切ったものをたくさんこう貼っていこうと思います。この奥とかね、こういう隙間とか、こういうところかな、貼っていこうかと思います。あとはね、ウレタンフォームとかっていうスプレー式のもので、こういうところをシューってこう拭いて塞いでいくような、あとこの中とかですかね。そしたら一通り精神剤の作業が終わるので、ここに窓を作るか、あとはこっちのここに窓をつけるかって今言いながら思い出したんですけど、マックスファンつけようって言ってたところを全部貼っちゃったので、どっかにマックスファンつけるって言ったら精神剤ごと切り抜かないといけないことになっちゃいましたね。まあこれも行き当たりばったり感があっていいのかなって思いますけども、ひとまずはこれで、あとちょっと細々したところで、精神剤作業は終わりになるかなと思います。リカトの特徴として、この運転席と助手席のキャプテンシートが回ります。一回ちょっと回してみますね。はい。力いらない？はい。力いらない？うん、そんなにはいらない。軽くいくって感じではない。やっぱり少し力入れないと。で、よいしょ。ちょっとやっぱね、高い。下がさ、後ろの方が低いから、俺も足届かないぐらいです。でも下に引いてさ、これからやるもんね。足場みたいになってればね、このくらいかな、テーブルの高さね。高い。このくらい？なんかいろいろ見てるとそんな高くないよね。こんな感じかな。足
少しここは一段高い方がいいね。少しね。そうするとここにでもさ、下がなんかもちろん床つくでしょ、普通の床の高さと、ここのなんていうの、ダイニングじゃない、テーブルの足場の高さはちょっと段差をつけた方がいいと思う。じゃないと座れないもんね。椅子もでもだからやっぱり作んなきゃダメだね。椅子、ハイエースの椅子買ってこようかなと思ったんだけど、ハイエースの椅子だと低いのかな。そうするとこの辺のなんか囲いが欲しいね。まあ細かいのは後ということ。そうだね。どんどんいろんなつけたいものが、それを踏まえてこれから時間かけてやっていくんだけどね。でもね、この椅子いいと思うよ。いいと思う。椅子は別に食事の時とかこっちに作るから、ここは使うことないと思うけどね、多分。例えばここにプロジェクターつけて、そっちになんていうの、見るときね、映画をね。そう。そんでここにちっちゃいなんか、いいね。なんかオットマンこう映画を見る。少しリクライニングすんのそれ？する。助手席なんか特にするし、運転席はただハンドルがこれくらいかな。十分。これいいわ。これにオットマン、こうして、いいじゃん。ここにコーヒーね。コーヒーだね。コーヒーだよね。まあでもキャンプ場に泊まるんだったら別にアルコールでもいいんだけどね。これで映画を見て、そうするとやっぱりここ窓。そうでしょ。そこ絶対窓よ。ここに1個ね。いやーでもそう思うとマックスファンいらないかな。そもそもマックスファンって何？後でじゃあ動画で見てみましょう。ベッドの上はいらないよね。だからそれがなんだかわかんないから。そうだね。虫が落ちてくるやつ。そう言ってたね。